このチャンネルは、昔のパソコンゲームをあかりちゃんが実況するチャンネルです。今回は、単発のゲームになりますよ。ことは、結構昔のゲームかな？そうですね。今回のゲームはこれです。アルファ。1986年にスクエアから発売されたアドベンチャーゲームです。前回のウィルの翌年かな？スクエアの3作目ですね。今回も攻略を参考に進めさせてもらいますね。ではストーリーを21世紀中に太陽系を探査し尽くした人類は開発目標を太陽系以外の惑星に向けた。その目的地はエリダヌス・ザイプシロン星系の惑星アルファ。地球から実に 10.7 光年もの距離である。しかし宇宙船の航行スピードは高速のわずか数%しか出せず、目的地到達まで数百年もの歳月を必要とする。人工冬眠などの技術も未だ確立していない人類に残された唯一の方法は、宇宙船内に巨大な居住区を設け、一つの社会を形成し、自給自足の生活を営みながら、何世代にもわたってたどり着くしかなかったのである。恒星間航行用宇宙船ダイダロスの船内で、今、一つの物語が始まろうとしている。船内を見渡す小高い丘に佇む一人の少女。長い髪を風になびかせ、じっと一点を見つめている。彼女の名前はクリス。それが彼女の記憶のすべてであった。巨大な宇宙船ダイダロスの中に築かれた居住区域。小高い丘に立ち、私は円筒形の街を見下ろしていた。私の名前はクリス。それが私の覚えている唯一のことだった。ああ、何も思い出せないわ。私はこれからどうしたらいいのかしら。とりあえず街を見てみよう。近くで何かが爆発した。燃え盛る炎が居住区域の街並みを赤く染めているわ。一体何が起こったの？とりあえず向かおう。私は爆発が起こった方に坂道を降りていった。スタジアムが破壊されている。火に追われた観客たちが出口に殺到している。逃げ惑う人々が叫ぶ。革命だ。革命が起こったぞ。うわぁ、もうみんなパニックだね。ここで先に進むのかな？私は人混みを縫ってステーションサローへと向かった。ここはダイダロスの居住区域内を走るモーターカーのステーションね。モーターカーはまだ到着していないようだわ。パイプラインを抜けてモーターカーがホームに入ってきた。中から数名の乗客が降りてきたわ。彼らは何か話をしているみたい。聞いてみよう。俺たちも革命に参加しようじゃないか。ああ、こんな自由のない生活はもう嫌だ。一旦戻って、他の場所を確認しよう。ここはショッピングセンターのようね。大きなお店だわ。でも、変ね。誰もいない。スタジアムの爆発でみんな逃げてしまったのかしら？中に入れないかな？ちょっと、お店の中を見てみようかしら。誰もいない。お店の人もみんな逃げてしまったのね。いろんなものが棚に並んでいるわ。どんなものがあるのかな？棚には商品が陳列してあるわ。エネルギーパック、タイマー、酸素マスク。これは、どう見てもクリスやる気だよね。やっちゃったね。とうとう盗んでしまった。見つかったらどうしよう。店を出ようとすると、突然ロボットが襲ってきた。不気味な機械音とともにロボットが近づいてきた。中央管理局のロボットだわ。待て。ポリスセンターまで連行する。ああ、やっぱり悪いことはするもんじゃないね。キャー、ついに、私はロボットに捕まってしまった。ポリスセンターに連行された私は、検査のため身につけているすべてのものを奪われてしまった。ああ、なぜ、こんな目に遭わなければいけないの？まったく、反省の色がないね。突然、牢屋の扉が開き、ロボットが入ってきた。釈放する。お前は住民リストに登録されていないので、処分対象にならない。それでいいの？ロボットは、私を牢屋から連れ出した。私は、ポリスセンターのモニタールーム、監視室に連れてこられた。服だけ与えてやる。
それを着てさっさと立ち去れ。ロボットは、レーザーガンを手にして私を見張っている。これクリスは捕まっても釈放されるってことだよね。私は、与えられた服を着た。ああ恥ずかしかった。嫌だわ。釈放だ。出て行け。ポリスセンターから、私は、追い出されるように、外へ出された。持ち物は、すべて奪われてしまったけど、まだまだこれからよ。私は負けないわ。聞き取り方によってはまたやりそうなんだけど。重い足取りで、ステーション、カゼムへと向かった。ここは、ダイダロスの居住区域を走る、モーターカーのステーションね。ホームにモーターカーが到着したわ。乗って移動しよう。ドアが閉まりモーターカーは走り始めた。窓の外を光が流れていく。窓に映る自分の顔に私は問いかける。クリス、あなたは一体どこから来たの？モーターカーはやがてステーションサロウに到着した。ここって、スタジアムのところにあった駅だよね。街からは一旦離れてみよう。私は坂道を通り丘の下へと向かった。何をするのよ。話してよ。突然、私は革命派の男たちに捕まってしまった。話してやるわけにはいかねえな。一人で、このアジトに乗り込んでくる隊員度胸してるじゃねえか。お嬢さん、政府の差し金かどうか知らんがちょっと来てもらおうか。クリス捕まりすぎじゃない？ここは革命派のアジトなのね。どうしよう。殺されてしまうのかしら。なんだてめえは。政府の回し者かそれとも、札の犬か。声のする方を見ると、がっしりとした体つきの男が立っていた。こんなすぐそばで拠点を作ってる反乱軍にも問題あるよね。お前はどっから来た？私、自分の名前がクリスってことしか覚えていないの。ほんとか？そりゃ気の毒にな。俺は、革命派のサブリーダー、アーノルドだ。お前さん、何も覚えてねえと言ったが、革命騒ぎは知ってるだろう？あれは、俺たちがやったのさ。人間が、コンピュータやロボットに支配されてるなんておかしいと思わねえか？機械なんぞに管理されるなんざまっぴらだ。この船の連中は、機械に全てを任せて何もしない。ただぐうたらに生きているだけだ。俺たちのリーダーは今ポリスに捕まってるが、今に必ず助け出すからよ。お嬢さん今は、一人でも、多くの協力が必要だ。ぜひ、俺たちと一緒に戦ってくれ。誰かが叫んだ。ポリスのロボットに見つかったぞ。不気味な機械音とともにロボットが近づいてきた。あれ、この流れはもしかして。キャー、ついに、私はロボットに捕まってしまった。ポリスセンターに連行された私は、検査のため身につけているすべてのものを奪われてしまった。ああ、また捕まった。とするとこの後は、釈放する。やっぱりそうなるんだ。同じ流れで出てきたよ。反乱軍がどうなったのか確認しに行こう。革命派のアジトが、跡形もなく破壊されてるわ。誰がこんなひどいことを。ロボットポリスだよね。まだ、息のある人はいないかな。瓦礫の中に、男の人が倒れているわ。まだ生きているみたい。大丈夫？しっかりして。あんた無事だったのか。ポリスのロボットにみんなやられちまったぜ。ひでえことしやがる。リーダーさえいてくれたらなグッタ。頼む。ポリスセンターに捕らえられているリーダーを助け出してくれ。お願いだ。それが彼の最後であった。唐突に頼まれちゃったな。ポリスセンターに行くには、やっぱりあれだね。ショップに行って、商品取って、そして連行されると。手慣れてますね。3回目だからね。チャンスは服を着た後かな。
でもレーザーガン構えられてますよ。レーザーガンを奪うよ。一瞬の隙をついて、私はロボットに体当たりし、レーザーガンを奪い取ることに成功した。よし、レーザーガン撃つよ。ロボットに狙いを定め、私はレーザーガンの引き金を引いた。ズブオーム。レーザーはロボットに命中した。ロボットはやがて機能を停止したようだ。細い通路が前と後ろに続いている。どこからか機械的な音が響いてくる。あたりには誰もいないようだわ。よし。反乱軍のリーダーを探せそう。牢屋の中に男の人がいるわ。この人も私と同じように革命派として捉えられたのかしら？あれ？クリスは万引きでは？あなたは誰？私はクリス。俺は革命派リーダーのキースだ。じゃあ、あなたなのね。私あなたを探していたのよ。アジトは、ポリスのロボットたちの攻撃を受けて全滅だわ。そうか、残念だ。俺は、革命派を結成して、住民たちの自由と希望を奪い続けてきた中央管理局、ポリスを叩き潰さなければならないんだ。ポリスのロボットたちは、すべてメインコンピュータからの指令によって動いている。革命を成功させるためには、このメインコンピュータを破壊しなければならないんだ。いいかいクリス。ポリスのメインコンピュータは、住民の安全を、いかなる場合でも守るために徹底した管理体制を守る以外のことは全くプログラミングされていないんだ。だから、ダイダロスが、たとえ惑星アルファに到着しても、ポリスがある以上、俺たちは、アルファに降り立つことができないようになっているんだ。話が長いよこの人。何百年もの間、未知の宇宙空間を旅する途中で、内部の人々が絶対に死に絶えることがないように、徹底した管理体制をロボットたちによって守らせなければならなかったのだ。だが、その結果、住民たちは、自然と、自らの意志を持たなくなってしまった。ダイダロスの住民たちは、世代が進むにつれ、目的や希望を失っていく。こんな状態では、たとえアルファに到着しても、新しい環境に順応できないだろうと、ダイダロスの設計段階で予想されていた。そんな住民たちを目覚めさせるには、革命を起こすしかないんだ。さあ、早く逃げよう。散々語ってさあ早くって。レーザーガンで鍵を壊そう。キース、危ないから下がっていて。私は、コンピュータロックのパネルを狙い、レーザーガンを撃った。ありがとう。やっと牢屋から出ることができた。さあロボットたちが、来る前に二人で逃げよう。クリス、走るんだ。ここはレーザーガンだね。ロボットに狙いを定め、私は
レーザーガンの引き金を引いた。ズブオーム。レーザーはロボットに命中した。ロボットは、やがて機能を停止したようだ。キャー。ポリスロボットが撃ったレーザーガンが、キースの胸に命中してしまった。キース。しっかりして。クリス。キースは苦しそうにうめいた。その時、私は、キースの傷口を見て、はっと息を飲んだ。キース。あなたはアンドロイドだったのね。そうだ。俺は、革命を起こすためにダイダロスと同時に作られたアンドロイドなんだ。クリス。住民たちを救えるのは君しかいないんだ。メインコンピュータを破壊し、人々をアルファに導いてくれ。この鍵を渡す。頼む。キース。私は、キースの手から鍵を受け取った。メインコンピュータを破壊してくれってことだよね。そうですね。キースの死を悲しむ。間もなくロボットたちが攻撃してきた。またレーザーかな？ありゃ。キースを失った悲しみで、私は戦うことができず、ロボットに再び捕らえられてしまった。レーザーガンは取り上げられたけど、キースにもらったゴールドキーはしっかり隠し持っているわ。ああ、キース、あなたの意志は私が受け継ぐわ。私を見守っていてね。まあいつものように釈放されるんですけどね。武器がないと話にならないので、拠点の跡地に何か残ってないかな？遺体そのままなの。瓦礫を退けるとしたから、レーザーガンが出てきたわ。あ、瓦礫の中に、小さなダイナマイトがあるわ。そういえば、ショップにエネルギーパックがあったよね。レーザー撃てればロボット倒せるし、ここは得意の手で。あたりには誰もいないようね。ごめんなさい。私は、棚からエネルギーパックを盗み取った。ガンにセットしてと。エネルギーパックを使ってレーザーガンを充電した。タイマーも使いそうだね。私は、棚からタイマーを盗み取った。店を出ようとすると、突然ロボットが襲ってきた。レーザーガンあるからいけるね。ガルダの側にエレベータがあるらしいので来てみました。エレベーターホールだわ。小さなホールに、エレベータが1台あるほか何もない。どこへ通じているのかしら？広いエレベーターホールだわ。エレベータが3台並んでいる。地面に何か落ちているよね。ドロー。カードですね。このカード、スタジアムの方にあるエレベータで使うみたいなんだよね。ドアの横にパネルがあり、点滅している。何かのカードを差し込むようになっているわ。ここで、さっきのカードを使おう。カードを刺すと、エレベータのドアが静かに開いた。戻ってきたカードを引き抜いて、私は、またポケットに入れた。入炉。エレベータに乗ると、ドアが静かに閉まり、ゆっくりと動き始めた。エレベータは、私一人だけを乗せてものすごいスピードで下へ降りていく。どこまで降りてゆくのかしら。エレベータが停止し、私はエレベータを降りた。ここは何があるのかな？キャー。突然、体が宙に浮き、バランスがうまく取れない。この部屋だけ無重力になっているんだわ。
大きなガラス窓から星空が見える。この部屋は展望台になっているのね。まるで宇宙を泳いでいるみたい。クリスの大きすぎない？なんかカードっぽいのが浮いてるよね。うまく動けないわ。カードに手がなかなか届かない。やったー。ついにカードを取ったわ。小さなシルバーのカードだわ。何に使うものかしら？これは、カルダの方のエレベータで使うみたい。ここで、左のエレベータにカードを使うと、シルバーカードをドアの横の穴に差し込むと、エレベータのドアは音もなく開いた。この先には何があるんだろう？ロボットは、サクサク倒していくよ。私は、ついに、ポリスのメインコンピュータまでたどり着いた。このコンピュータによって、人々は、徹底した管理を受け続けてきたのね。ダイナマイトにタイマーつけて投げるよ。そうか。これなら、手元で爆発せずに、ダイナマイトを投げられるわ。タイマーを3秒後にセットして、ダイナマイトに接続した。ブオーム。ダイナマイトは数秒後に爆発した。よし。メインコンピュータは破壊したわ。燃え上がる炎が私の心を熱くする。で、この後、スタジアム近くのアレスって駅に来ました。クリスという女の子が、とうとう革命を成功させたそうだ。俺たちも、これからは、彼女のように、勇気を持って強く生きていこうじゃないか。なんで名前までわかったんだろう？まあ、ともかくモーターカーで由来に行こう。この先に管理室的なのがあるみたいなんだよね。サクサク倒していくよ。ロボットが持っていた鍵が落ちているわ。この鍵を取っておこう。ここは立ち入り禁止区域だわ。一般の人々が入れないようにドアがロックされている。開ける方法ないかな？ドアの脇のコンピュータパネルに小さな鍵穴があるわ。さっきの鍵かな？マグネットキーをパネルの鍵穴に差し込むとドアが開いたわ。やったね。ここはこの宇宙船のレーダー室ね。誰もいないわ。大きなレーダースクリーンが点滅している地球と目的地の惑星アルファ。そして今私たちが住んでいるこのダイダロスが表示されているわ。あれ？これついてない？私はスクリーンでダイダロスの位置を調べた。ダイダロスはもう1年も前にアルファの軌道上に到着しているわ。なぜ早く着陸しないのかしら？他には何かないかな？再びレーダースクリーンを見ると、隅の方に小さな文字が書かれているのを発見した。イカロス。何のことかしら？何とかして着陸させるんだろうけど。もう一つ扉を見つけました。ドアの脇のパネルに小さな鍵穴のようなものがあるわ。持ってる鍵で開くかな？ゴールドキーをパネルの鍵穴に差し込むと突然合成された声が響いた。パスワードを入力せよ。さっきの言葉かな？扉が開いたわ。開いた。ここはダイダロスのコントロールブリッジのようね。突然、ブリッジに声が響き渡った。録音されてたテープが回り始めたようだわ。クリス、よくぞここまで来た。この録音は、
君のために用意したものだ。落ち着いて聞きなさい。私は地球連邦政府最高責任者ジェームズだ。ダイダロスが地球を出発するとき、我々はダイダロスに2体のアンドロイドを乗せた。1体は目的を失った住民たちを革命によって目覚めさせるためのアンドロイド、コードネームキース。そして、もう1体はダイダロスの人々をアルファに導くためのアンドロイド、コードネームクリス。そう君だ。我々が人類をアルファに送り込むことを急いだのは、地球が今や滅亡せんとしているからなのだ。君がこの録音を聞く頃、すでに我々の地球は核戦争により滅亡しているであろう。我々の最後の望みがダイダロスの人々だ。クリスよ、第2の地球アルファに人々を無事に着陸させてくれ。すべては君にかかっているのだ。突然の重大責任だけど操作できるのかな？パネルの上にボタンがあるわ。ダイダロス着陸システム。なんというお手軽システム？そうか。このボタンがダイダロスをアルファに着陸させるためのスイッチになっているんだわ。ボタンを押そう。ダイダロス着陸システムが作動し始めた。終わりましたね。この時代の SF は独特の味があるよね。そうですね。物語には時代が出ますね。今はあまりない正面からの SF で面白かったよ。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。